はい、皆さんこんにちは。今日はですね、DW6100JP1JO ですね。2000年の3月発売の DW6100JP1JO の紹介をしたいと思います。この DW6100 シリーズというのがですね、1992年に発売になってます DW6100 シリーズということで、G-SHOCK としてはかなり歴史のある機種 DW6100 シリーズということになりますね。で、いろんなモデルが発売されてまして、限定モデルも発売になっています。で、この、DW、今回紹介するですね、DW6100JP1JO ですね、2000年の3月に発売になったんですけども、見た目は全く同じですよね。DW6100 ということですのでね。で、2000年のプレミアムモデルということで、純銀とレザーを使用したアクセサリー、2つ、2点をスペシャルパッケージにセットされた特別な限定モデルということで当時発売になりました。で、私の方はですね、スペシャルパッケージの方にも興味はあったんですけども、むしろこの裏蓋ですね、時計の裏蓋に非常に、興味がありまして、モジュール番号が1424ですね。DW6100。2000年のプレミアムモデルということで、刻印がドラゴン、竜の刻印があると。この辺りが頭ですよね。頭で、ここが胴体になってますけども、2000年ということで、ドラゴンの刻印がありました。この裏蓋にですね、当時、私の方は惹かれまして、購入をしたということになります。で、この DW6100 というのがですね、面白い機能を持ってまして、温度センサーですね。温度センサーを内蔵した、多機能な G-SHOCK の元祖、初代モデルということで言われています。この DW6100 温度センサーということなんですけども、ここに、気温が今表示されてますね。実はこのモデルなんですけども、非常に興味深いのがですね、時間はここに表示されてますね。で、気温がここに表示されてるんですけども、温度計測の場合はこのボタンを押すんですけども、ここにサーモデータということで、かなり時計のど真ん中をですね、このサーモデータというこのグラフのようなものが占めているというのが非常に特徴的な G-SHOCK かなと思います。それだけですね、カシオさんもこの G-SHOCK、かなりですね、意気込みを持ってですね、この時計を設計されたのかなと思いますね。で、構造としては、サイド面見ますとね、ボタン、シルバーのボタンがあって、ネジがありますよね。で、こちら側も、サイドにボタンが2つあってネジがあるという形になっています。で、おそらくですね、この、クラックが入っているところから全体取れてしまう、パカッとこう取れてしまうような形で、ベゼルが、崩れていくのかな、崩壊していくのかなと思いますけども、非常にこう味わいのある G-SHOCK、G-SHOCK らしい G-SHOCK というんでしょうかね。いろんな機能を盛り込んだ、初めての G-SHOCK ということですよね。これが1992年に発売になってるんですからすごいなと思います。ウォーターレジストっていうことで、記載があったりしますし、このプレミアムモデルはですね、2000年のプレミアムモデルはこのベルトの先端に G と、G-SHOCK の G というマークがですね、入って、非常に2000年記念の限定モデルらしい作りになっています。どうでしょうね、なかなかいい G-SHOCK だと思いますね。DW6100 の機能なんですけども、機能、仕様というか機能なんですけども、ショックレジスト構造というのは当然ですね、G-SHOCK ですので、ショックレジスト構造となってまして、20気圧防水と、あと樹脂のベゼルに樹脂のバンド、ベルトですよね。で、温度計測機能がありますと。先ほどお話しした温度計測機能ですね。で、温度計測の計測範囲がマイナス20度から60度と、マイナス20度から測定できるというのがまた非常に素晴らしいところですよね。G-SHOCK ならではだと思いますね。マイナス20度ってなかなかいかないと思うんですけども、20度、マイナス20度まで測れる。しかも60度まで測れると。で、温度メモリーとしては最大30本メモリー機能がありますのでね、
で、あと温度傾向のグラフ表示ですよね。先ほどお話ししたサーモデータですよね。で、あとは日の出日の入りの時刻表示だとか、ストップウォッチですね。100分の1秒のストップウォッチ。あとアラームとか時報。で、あとは、フルオートカレンダーですよね。で、あとは実はですね、これ対低温仕様ということで、どの G-SHOCK にも備わっているわけではないんですけども、先ほどお話しした通り、計測範囲、温度計測範囲がマイナス20度ですので、対低温仕様の時計になっています。マイナス20度でも耐えられる対低温仕様の時計になっています。で、ライトがですね、1992年の発売の当時のライトですので、見えますかね、これ見えないと思うんですけどもね。見えるかな、見えますね、ちょっとね。この辺りちょっと見といてもらうと分かるんですけど、豆球タイプですよね。気象が光るタイプではなくて、豆球が光ってますよね。非常にですね、昔の G-SHOCK というか味わいのある仕上がりになってますよね。この辺りも人気の秘密かなと思います。電池寿命もだいたい3年なんですけど、2年ぐらいで、これまで交換しながらこの状態を保って使ってきたということになります。今日はですね、DW6100JP1JO ですね。2000年3月発売の DW6100JP1JO、 こちらの紹介をしました。次回以降もですね、私が実際に使っている G-SHOCK の中からまた紹介していきますので、チャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次回お会いしましょう。